こんにちは、シャチパンです。今回はミニ LED テレビと対をなす有機 EL テレビについてです。去年の動画では激変した有機 EL テレビ業界をご紹介し、今年はちょっと落ち着くのかなと思っていましたが、まだまだ熱が冷めやらぬ有機 EL テレビです。超進化するメーカーから残念ながら急落しそうなメーカーと明暗分かれる2024年モデルとなりそうですが、一体有機 EL テレビ業界に何が起き、そしてこれから何が起きようとしているのでしょうか。それではやっていきます。それでは早速大手5社ソニー、パナソニック、TVS レグザ、シャープ、LG の比較をしていきます。なお、事前に現時点で有機 EL テレビを買い替えるとしたらどのメーカーにしますかという題材でアンケートを取ったところ、結果はこのようになり、ソニーが頭一つ抜きんでて高く圧倒的な人気を誇り、次いでパナソニック、TVS レグザでした。液晶テレビ同様、ソニーが圧倒的な人気を誇った形となりました。ただ、ソニーが優勢に見えるものの、2年前の集計結果と比較すると、ソニーの人気はむしろ落ちてきており、代わりにパナソニックの人気が伸びている結果となりました。パナソニックは液晶よりも有機 EL にかなり力を入れており、順当な結果かと思います。1000を超える回答をいただきまして、皆さんお忙しい中いつもありがとうございます。さて、話は戻して上位機種を基準に各社の特徴を解説していきます。まずはパネルです。シャチパンチャンネルをご覧になられている方は分かっていらっしゃるかと思いますが、有機 EL テレビにおいてパネルは最重要部品です。昨年も大きな動きがあったとお伝えしましたが、今年もまた大きな動きがあり、目が離せない状況が続いています。初めての方もいらっしゃると思いますので、少し復習しておきますと、有機 EL は長らく今回も取り上げている LG という韓国メーカーが供給しており、テレビ市場をほぼ独占してきました。そこに今から2年前の2022年、サムスンがテレビパネル業界に参入。パネル名は QD-OLED といい、有機 EL テレビに量子ドットを採用した革新的なパネルで、業界は大きく盛り上がりました。2022年にはソニーがいち早く自社モデルに採用。そして2023年にはシャープも採用してきました。LG とサムスンの天下分け目の戦いがそのまま国内メーカーにも波及し、今日に至っています。2社のパネル性能をまとめますとこのようになります。 LG パネルとサムスンパネルの違いの一つは画素構成で、 LG パネルは基準色である赤、緑、青に加え白色のサブピクセルがあり、この4色で一つの画素を形成しています。白色があるのは赤、緑、青のサブピクセルだけでは単純に明るさが足りないからです。そのため白色で補助する必要があるような明るい部分の濃い色表現は苦手としており、これが長年課題と言われてきました。一方、サムスンの QD-OLED は構造上白色がなくとも明るくすることができ、量子ドットを用いることで色の表現も優れています。一方で偏光板がない構造により、外光反射で画面がわずかにピンクがかる。現在では改善されつつありますが、海外の加速劣化試験で寿命を指摘する厳しい声もあります。 LG の昨年パネルマイクロレンズアレイはトンボの目からインスピレーションを得たとされ、今まで捨てていたテレビ内の名光をマイクロレンズを使うことで拾い上げ再利用します。レンズの数は65インチで300億個、ピーク輝度は実測1502とを達成し、今までのパネルを過去のものとしたのでした。なお、明るくなるということは先ほど触れた白色を光らせる機会が減るということです。 LG パネルの場合、色表現も同時に向上する点には注目に値するでしょう。サムスンの QD-OLED も昨年は
青色発光層に新材料を用いることで実測で1400ニトを達成しました。さて、2024年のパネルは LG パネルはレンズ角度とアルゴリズムの最適化をしたマイクロレンズアレイプラス、サムスンパネルも画像チップ開発とアルゴリズムの刷新がなされ、パネルポテンシャルとしては両社ピーク輝度3000ニトを達成としていましたが、海外で行われた自社テレビの実測としてはこの通り。マイクロレンズアレイプラスの方はそう変わらず、QD-OLED の方は 15% 程度向上が見られます。こう聞くと、今年のマイクロレンズアレイプラスは微妙なんだと思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、そう結論付けるのはまだ早いです。こちらをご覧ください。これは各社がどのパネルを用いているかと分かる範囲で記したピーク輝度スペックです。マイクロレンズアレイプラスを採用したパナソニックは海外実測で驚異の1700ニトを超えてきており、本家 LG 以上の明るさを実現しています。これはパナソニックのパネル放熱や制御技術が優れているからだと思われます。また注目すべきはパナソニックだけではなく、実はレグザもです。昨年の動画でも触れましたが、レグザは従来 LG のその年に出した最新パネルは使えず、1年遅れたパネルを採用してきました。そのため最新パネルを使えるパナソニックとどうしても1年分のパネルポテンシャルの差が生まれ、画質という点では不利な立ち位置でした。それが今年は最新パネルマイクロレンズアレイプラスを採用してきており、その差がなくなりました。これは昨年のモデルからパネル世代が2年分進んだことになり、だいぶ大きな進化と言えるでしょう。なおピーク輝度はシャチパンが実機で見る限りパナソニックに軍配が上がる調整でした。シャープは最新の QD-OLED を採用。ソニーは昨年最上位モデルの日本発売はありませんでしたが、今年はありました。しかし実はこれ昨年海外で発売されたモデルであり、パネルも旧世代です。これにはソニーファンの皆さんもがっかりといったところでしょうが、今年は海外でも新パネルを採用した有機 EL テレビの発売がなく、ミニ LED 液晶モデルを最上位に据え置いたことから、今後はそちらに軸足をチェンジしていく方針なのかもしれません。 QD-OLED を採用したのが2年前。これが本物の色だと大々的に PR していましたが、わずか2年で軸足チェンジとはかなりの迷走感は否めません。いずれにせよ昨年同様シャープに先を越されています。今後動きがあったとしても、日本市場軽視傾向のソニーではまずは北米からの投入になるかもしれません。市場の大きさが全然違うんで、ビジネス判断的にはもちろん正しいんですが、日本企業なのに寂しいと思うのはシャチパンだけでしょうか。さて、ここ数年での有機 EL テレビの進化は目覚ましく、ついていくだけで大変ですが、まだまだこれからも iPad Pro で採用された有機 EL2 枚重ねのタンデム OLED や LG が一番乗りか青の発光効率を高める青色フォーレットなどありますので、いくらになるのかは分かりませんが、今後も目が離せないですね。続いてサイズ展開。上位モデルのラインナップは青字で記しています。48インチ以下のパネルは画素ピッチの関係上、明るさが1割程度は暗くなることには注意が必要です。上位モデルは55、65インチが多い中、LG は77から97インチ展開もあり、ラインナップとしては最も充実しています。さすがパネル供給メーカーです。なお現時点でメインで使うテレビを買うとしたら何インチのテレビを選びますかという題材でのアンケートでは、一番多かったのは50インチ台の 43%、 次いで60インチ以上の 40% でした。昨年のデータからも大型テレビを希望する割合、特に60インチ以上が増えている傾向で、50インチ以上のテレビで
8割以上を占めています。各社が55インチ、65インチサイズに力を入れるのもうなずけますね。多くの投票ありがとうございました。次に高画質機能。各社の特徴を簡単に触れていきます。ソニーの高画質機能は XR ピクチャーです。画像エンジンである認知特性プロセッサー XR を用いた映像処理の総称です。人は物事を認識する際、無意識に注目するポイントである中視点を中心に分析し処理を行います。従来の AI 技術では映像を個別に処理しますが、本機では中視点を中心に色、コントラスト、精細感などの各要素を個別ではなく横断的に処理を行います。これにより人が目で見たような自然な美しさで映像を描写するとしています。絵作りは色鮮やかで輪郭くっきりめ、コントラストを強調したアレンジが入ったテイストです。次にパナソニックの高画質機能はデュアルメタルヒートレス構造です。有機 EL パネルの放熱構造であり、明るさを改善します。バックカバー一体型放熱プレートに加え、放熱シートを追加した構造です。有機 EL パネルの性能を引き出すには熱が課題で、これを解消しないと寿命が短くなります。パナソニックは他社より早い段階で有機 EL の放熱構造に目をつけ取り組んできたこともあり、有機 EL の弱点である明るさに定評があります。パネルは温度センサーによる温度管理と画素ごとの発光履歴情報に加え、今回からリアルタイム解析も加わり、より発光性能を引き出すとのこと。パネルは一枚一枚カメラで測定され調整。最終点検は人の目で行うというこだわりっぷり。だいぶコストがかかっています。絵作りは脚色少ない忠実性重視、リアル思考です。次にレグザの高画質機能は3層ハイブリッド高冷却システムです。今回採用したマイクロレンズアレイプラスに合った放熱構造として、厚みの異なる3層アルミプレートを用いて発光性能を引き出します。パナソニックと同じ方向性です。その他には暗部開調アルゴリズムが新しくなり、潰れがちだった肌のシャドウなどがリアルに表現されるようになりました。絵作りは鮮やかめで、コントラスト強調アレンジが入ったバランス型なイメージです。続いてシャープ。映像処理や構造は他社でもやっているものばかりで、独自性という意味では正直見当たらないシャープですが、今回も国内で唯一最新 QD-OLED パネルを搭載しているのが最大の特徴です。各社やっている放熱構造に加え、温度分布解析もしっかり入っています。絵作りは明るさが強調アレンジされた派手派手なイメージ。昨年は少し派手にしすぎたせいか、今年は少し抑えたという話もあります。続いて LG の高画質処理は AI プロセッサーです。LG はパネル供給メーカーですので、他社より1個先の新パネルを搭載することが多かったのですが、昨年はパナソニック、それから今年はレグザにも供給し、新パネルという意味ではアドバンテージがなくなってしまいました。AI プロセッサーは何百万もの映像ソースを学習した AI が自動で映像のジャンルや人物を認識し最適処理します。今年から顔認識が追加され、最適なアップスケーリングをしたり、オブジェクトを判別するだけではなく、その中で注目すべき被写体を選び、それを中心にコントラストやシャープネスといったアレンジ調整を行う機能が搭載されました。その他には本来色彩があってしかるべきと判断された部分は色を足すような機能が追加になりました。あまり強く効かせるとかえって違和感を覚える場面もあるかもしれませんね。絵作りはパネルメーカーらしく、パネル本来のポテンシャルで勝負しているリアル思考な印象です。続いてサウンド。
各社サウンド構成のネーミングは様々ですが、設計思想という意味では共通点があります。レグザ、シャープ、LG は画面下部にメインスピーカー、背面中央付近に低音を担うウーファー、そして画面上部に高音を担うツイーターというのが基本構成です。レグザはさらにサイドツイーターもついている分、音の広がりという点では有利でしょうか。一般的なテレビは画面下部にスピーカーが搭載されていますが、画面サイズが大きくなると映像の中心点が上がっていくため、映像と音の出る位置が離れてしまいます。上面のツイーターがこの離れてしまった音像を画面の中央に引き上げ、映像から音が聞こえるような違和感のない音声にします。この3社は映像と音の一体化である低位感に重きを置いています。なお、昨年モデルからの変化点としては、ミニ LED モデルと同じくレグザは18あるスピーカーそれぞれに独立した制御回路を持つことで1チャンネルごと最適化され、シャープはボイススピーカーの変更とハイトスピーカーを保護するパンチングネットの開口率を上げ、高音域にテコ入れが入っています。ソニーも低位感重視のサウンドで、他社と違うのはメインスピーカーがアクチュエーターで画面そのものを振動させて被写体の位置に合わせた音を作り出す点です。映画館では無数の穴が開いたスクリーンの真後ろにスピーカーがあり、そこから出る音を前方へ出すことでセリフや音が映像と重なって聞こえるように設計されています。これを画面振動させることで実現しており、映像と音の一体感は高いでしょう。他社とは一風異なるサウンド構成といえ、ソニーらしいユニークさがありますが、アクチュエーターを画面背部に備えることにより、有機 EL の放熱効率が悪く、その分映像を明るくできないという話もあります。パナソニックは上面のツイーターの代わりにイネーブルドスピーカー、底面には1列に並んだ16個のラインアレイスピーカーが搭載されています。イネーブルドスピーカーとは、音を天井に反射させ、3次元立体音響であるドルビーアトモスの高さ方向の音表現を可能とするものです。イネーブルドスピーカーはドルビー社が細かく角度や特定の指向性の要件を定めており、これをクリアしたものでないと名乗ることができません。そのためドルビーアトモスのサウンド再現性は高く、立体音響に重きを置いているサウンドかと思います。ラインアレイスピーカーは従来スピーカーの点音源とは違い線音源です。点音源の場合は球面上に音が広がりますが、線音源は一方向へ音が進みます。これにより余計な音の干渉や反射が起きづらく、クリアな音となるとしています。距離による音の減衰が少なく干渉しづらいため、広いライブ会場などで使われます。なおテレビのサウンドでは特に重低音が出づらいので、もしサウンドをより本格的にしたいとお考えであれば、こちらの動画でサウンドバーのメーカー比較や接続など詳しく解説していますので、もしご興味があれば概要欄から参考にしてみてください。続いて価格。各社の55型と65型の現価格を記しています。上が上位モデル、下が下位モデルです。お店や販売時期によっても変わってきますが、上位モデルではソニーが去年よりも高い設定で、次いでパナソニック、TVS レグザ、シャープ、LG は安めです。下位モデルでも同傾向で、ソニーが高く、次いでパナソニック、TVS レグザ、LG が安めです。LG はパネル供給メーカーなので安いのは当然ですが、レグザもかなり頑張っている気がします。一方ソニーは下位モデルであっても他社の最新パネル搭載の上位モデルと同価格設定であり、たとえソニーファンであっても眉を潜めてしまう価格設定です。各モデルの価格詳細については概要欄にも記載してありますので、
後で参考にしてみてください。続いて口コミです。ソニーは画質を褒める声が多かったです。色鮮やかでシャープな絵作りは万人に受け入れやすい画質でファンも多いようです。実際パネルが1世代前でも見せ方がうまく、迫力はそれなりにあると感じます。一方悪かった意見としては、伝統的に録画機能が弱いこと、オートチャプター、早見再生に対応しておらず、またテレビからレコーダーへのランダビングにも非対応なので、テレビで録画したものは映すことができず、テレビかハードディスクが壊れたら終わりです。必要であればレコーダーを買って録画をというのがソニーの考え方です。その他には最新のパネルが採用されていないこと、昨年海外には出した最新モデルが日本ではスルーされたことが残念すぎるという声がありました。それから初代 QD-OLED パネルは海外の加速劣化試験で LG のものより輝度低下が早かったことが分かっていますので、耐久性を心配する声が上がっていました。最新パネルは分かりませんが、試験結果を見ると初代よりは輝度低下具合がある程度改善されているようにも見えますが、一度ケチがつくとなかなか払拭することが難しい内容かもしれませんね。続いてパナソニックです。自然な画質が好評でした。パナソニックの脚色少ないリアルな絵作りは定評があります。また新パネルを採用したことでさらに明るくなり好評でした。また今年から全モデル Amazon の Fire TVOS を採用しました。これにより幅広いアプリに対応して好評な一方、 Amazon アカウントが必要であったり、発売当初は 4K 放送の録画やジャンプリンクなどがアップデート対応であったことから不満の声が上がっていました。現在ではランダビングなどがアップデート待ちとなっています。また OS 変更に伴いメニューが一新され、慣れもありますが少し分かりづらいといった声が上がっていました。続いて TVS レグザです。コスパが好評でした。それからタイムシフトマシンをはじめとする録画機能が強いです。タイムシフトマシンは地デジ6チャンネルを数日分録画し続け、後からいつでも見ることができる機能。地デジをメインにご覧になられている方から多くの支持を得ています。また好きなシーンだけを見ることができるシーンリストや、ユーザーの好みを分析し自動で番組を録画する機能、早見再生や30秒送り、10秒戻しなど録画機能が優れています。リモコンも今年から Bluetooth 方式となりいいという声がありました。悪かった意見としては好みによるところもありますが、買いモデルがハーフグレアで残念という声が一部にありました。ソニーの買いモデルもそうですが、一般的に低反射と謳われているハーフグレアパネルは表面に拡散剤が入っています。グレアパネルのように反射が鏡のように映ることはありませんが、映り込みがボケる代わりに反射光が拡散反射されてしまうため、黒が白っぽくなり画質は劣ります。逆に言うとグレアパネルの映り込みを嫌うならば選択候補となりますので注意してみてください。次にシャープです。国内で唯一 QD-OLED の新パネルを採用したということが好評でした。パネルのポテンシャルを前面に押し出した絵作りは好みによる部分もありますが、力強さを感じます。それから価格も下がりやすくコスパがいいという意見がありました。一方悪かった意見としては、録画番組がタイトル名別では分けられますがジャンルでは分けられないのが残念という声がありました。それから今年から同時録画番組数が1番組のみとなり不評でした。続いて LG です。パネル供給メーカーでもあるのでラインナップの豊富さが好評でした。今年で言えば上位パネルであっても77インチ以上も取り揃えていますし、モデルグレードも他社より多いです。価格もモデルによっては安く選びやすくなっていると思います。
またゲーム機能も優秀です。表示遅延も速く、さらに HDMI2.1 端子も他社は2つまでですが4つ備えるモデルもあり充実しています。一方、悪かった意見としてはリモコン操作が賛否両論でした。 Wii リモコンのように扱えるマジックリモコンですが、傾けて操作するもので慣れが必要なようです。また録画機能が弱いという意見が見られました。オートチャプターがつかず、番組表の表示動作ももっさりしており、追っかけ再生も簡単にはできません。それから取り扱いのないお店もそれなりにあることが弱点かなと思います。最後に満足度です。これは現モデルから2個前のモデルまでを対象とした5点満点の満足度平均点数です。過去集計した結果からもどう推移したか見てみましょう。横軸が時間軸、縦軸が満足度点数です。昨年は大きな変動がありましたが、今年もそれなりにあったでしょうか。レグザ、LG、ソニーはほぼ横ばい。シャープは満足度が上がり、パナソニックは昨年高すぎたこともありましたが下がりました。有機 EL テレビは満足度が高めな家電で、どのテレビを購入しても満足できると思われる中、今回はレグザが3年ぶりに首位になりました。今年から最新パネルを採用できるようになったことで、さらに存在感が増したと思います。シャープの有機 EL は参入が他社より少し遅れたこともあり苦戦していましたが、昨年 QD-OLED を採用したことで回復傾向です。ソニーが迷走していることも関係しているでしょう。パナソニックは口コミにもあった FireTVOS 採用により、一部の機能が非搭載のまま発売されたことや、リリース当初細かいバグもあったのか、少し点数を落としたように見えました。AndroidOS リリース当時と比べるとだいぶ安定している印象なので、今後は回復してくるかと思われます。参考にしてみてください。一言まとめ。明るさ重視で王道な有機 EL テレビをお探しの方はパナソニック。同じく最新パネルをついに採用し、録画機能も重視したい方はレグザ。今年密かに最も進化したメーカーと言えるでしょう。QD-OLED の色表現を堪能したい方はシャープ。豊富なラインナップでゲーミング機能に魅力を感じた方は LG。買いモデルも視野に入れるならばソニーも候補に入ってくるでしょうか。今回ご紹介した内容を踏まえつつ、量販店などで最終確認をしてみてください。それから本機をお持ちの方でご意見や使用感などもしございましたら、ぜひコメント欄にいただければなと思います。それでは今回はこの辺で、次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね。